都議選の結果をどう思いますか？自公が投票率を下げるため連休中に再選やるけど投票率落ちていると思いますか？大体何パーセントくらいと予想しますか？投票率はまた下がるんじゃないかなと思います。結局政治に期待しても変わらんよねっていうところに多分なると思うので、なので多くの人はそんなに投票に行かないという感じじゃないかなと思うんですけど、で都議選の結果でいくと思った以上に議席を取らなかった石丸さんっていう、下馬評でもなんか2、3議席ぐらいしか取らないんじゃないかって言われてたんですけど、議席1個も取らなかったっていうのが、なんか僕は石丸さん個人としては面白いし好きなんですけど、石丸旋風というものはもう存在しないという認識になった方が社会の理解はしやすいのかなという気がします。前にもちらっと言ったことあるかもしれないんですけど、石丸さんのファンってネットでコメントいっぱい書く人多いんですよね。普通にその石丸さんのファンですっていう人もいると思うんですけど、石丸さんが都知事選に出た時に創価学会がやってる公式 YouTube チャンネルのキャスターの人が選挙演説で選挙カーの上に乗って喋ってたことがあるんですよ。でそこら辺多分応援をしてたのが選挙の神様と言われる藤なんとかさんっていう人なんだと思うんですよね。石丸さんと組んでてお亡くなりになってしまったんですけど、でその時に統一教会の人たちっていうのが絡みがあって、いまだに統一教会の人っていうのは石丸さんを応援し続けてるっていう、なので石丸さん応援派っていう人が統一教会系の人にいるんじゃないかなと思って、コメント欄とかで石丸さんしかいないよねとか再生の道しかいないよねとかっていうやたら持ち上げるコメントが多くなるっていう構造になるんじゃないかなと思ってて、アベマで足立区の都議会選挙候補が討論するってやったんですけど、コメント欄がやたらに再生の道のエラさんを押すコメントばっかりなんですよ。もちろんエラさんが優秀だったし実際言ってることは真っ当だったんですけど、でもなんか他の人と比べてそこまで突出してたかっていうとそうでもないんですよ。でもコメントのね、僕がちらっと見た時はね、6割7割ぐらいね、エラさん一人勝ちとか、エラさんがいいと思いますみたいなばっかりだったんですよ。なんかいつものあれだなって思っちゃったんですよね。普通の人が普通にコメントをするんじゃなくて、とりあえず持ち上げようとするっていう人が寄ってくるんですよ、コメント欄で。で、とりあえず持ち上げようとする人のコメントの特徴として、なぜエラさんがいいのか、なぜ再生の道がいいのかっていうのが書いてないんですよ。例えば共産党の候補と比べて何々が論理的でしたとか、不動産の仕事もしてるから不動産に対して詳しいと思いましたとか、番組の内容を含めてコメントを書いてるんじゃなくて、とりあえずエラさんとか再生の道を持ち上げるというのを目的にコメントを書いてる感があるんですよ。状況に合わせて比較して書くとかじゃなくて、もう持ち上げるの前提だよねっていう、ある種信者の行動ってこのパターン多いんですよ。参政党とかも結構このパターン多くて、とりあえず自分の信じてるところがすごいとかで相手側を下げるとかで、両方の意見を聞いた上でこう思いましたとか、こういうことを言ってるから信用できると思いましたっていう根拠もなくとりあえず褒めるっていうコメントが増えるので、このタイプの人まだいるんだと思ったんですけど、なのでネット上だと評価が高く見えてしまうんですよ。ただこれって統一教会の信者って別にそこまで多くないよねっていうのと一緒で、実態として投票する人数でいくとそこまでいかないよねっていう。都議会で165万票を取ったっていうのがあるんですけど、でそれも別にその石丸伸二さんを信じて165万票が入ったというふうには僕は思ってなくて、どちらかというと小池さんに対してある程度ノーを言いたいという人と、蓮舫さんじゃないよねっていう人がまあ若手だし男性だしみたいな感じで石丸さんに入れた人っていうのが165万のうちの多くの割合で、石丸伸二という人格とか今までやったことを知って投票した人は、僕の予想だと多分9割は流れで、ちゃんと石丸さん分かってた人って1割ぐらいじゃないかなっていう気がするんですよね。石丸さんって地上波に出てる人ではないので、リハック見ましたとか切り抜きましたっていうネットの選挙の動画を見るごく一部の人たちだけが石丸さんという存在を知っているという状況だと思うんですよ。多くの人って YouTube とか TikTok 見ても政治の動画なんか見ないからね。なのでそういう一部の人たちの間で評価されているという状況で、ただその反小池票と反蓮舫票が入ったので165万票という数字になって、そこの幻想が一人歩きしてしまったっていうのと、そこに統一教会的な人たちがやたらにコメントをするので、コメント数とか同時接続数とかが多くなるので、ネット上の同時接続数が多いって大した数字じゃないんですよ。ライブ配信で今3122人見てますけど、じゃあこれが同時接続数1万です2万ですって言っても東京都民1000万人以上いるんですよ。
東京都民の評価っていうのでいくと、1000万人のうちのどれぐらい見てるかっていうと、同時接続数1万って 0.1% でしかないんですよね。という感じで、多数派というのがどうなのかっていうのが、ネット上で活動する人たちというのをファンにつけてる場合に、実態を見誤る可能性がある。っていうところで、石丸さんっていう人格と再生の道っていうパターンっていうのに信用して投票しようってした人というのはそこまで多くないというのが前々からも僕が言ってたことで、今回もそれであったんですけど、でもう一つの点でどうなるかなって僕が期待をしていたというか、答えを知りたかった点、石丸さんもなんか選挙結果を見て、東京都民はそうなんだな、そういう行動を取るんだなっていうのが分かったみたいな言い方をしてたんですけど、党として公約を掲げないということのマイナス面っていうのが僕どれぐらいなのか知りたかったんですよ。 NHK をぶっ壊す党の人っていうのが NHK をぶっ壊す、それ以外はどんな公約を打ってもやってもいいですよっていうのをある種公約にしてるところで、今回再生の道は公約なし、政策なしっていうのが来たんですよ。それのパターンというのが成立するのかっていうのだと、やっぱり成立しないよねっていうのが分かったんですよね。選挙って基本的には知らないおっさんおばさんの候補者というのが並んで、こんなやつ知らねえよっていう中から選ぶんですよ。知名度のある人が選挙に出るっていうのはまずなくて、国会議員とかだと知名度の人ちょこちょこいますけど、都議会議員レベルだとマジ誰も知らねえが普通なんですよ。でそうすると、じゃあ誰も知らないけど自民党だったらこういう感じのことやるよねとか、都民ファーストだったらこういう感じのことやるよねっていう、自民党、都民ファースト、公明党、共産党、立憲民主党とかっていう党だったらこういう政策をするよねっていうのはまあまあわかると。でもその政治家一人一人って候補者一人一人って知らんやんこいつっていういちいち経歴なんか見ないからね、選挙候補なんてっていうので、そうするとじゃあ政党としての政策のイメージというので選ぶ人の割合って結構高いと思うんですよ。 NHK ぶっ壊す党って分かりやすいんですよ。 NHK ぶっ壊す党って区議会とか都議会とか市議会とかにちょこちょこ議員いるんですよ。国会議員でも一応いますけどっていう感じで、分かりやすさって結構大事で、参政党が3議席取ったんですけど、あれは僕は分かりやすさ勝ちだなというふうに思ってるんですよね。参政党って分かりやすくすると反枠っていう反枠で非科学的なことを言うスピリチュアルな人たちが集まってるっていうところで、そのポジションって確かに昔はその宗教的なところでいくと公明党とかだったんですけど、公明党がもう自民党とくっついちゃったので、弱者に対しての公明党というポジションがもう無理になっちゃったんですよね。だって自民党を補佐し続けて十何年かっていうのがあるので、共産党っていう可能性もあったんですけど、共産党ももう高齢化しちゃったので、弱者法系でいくと参政党と令和に分かれるんですけど、令和に関してはそこで組織化がやっぱり下手だったと思うんですよね。参政党って割となんかタウンミーティング的なこといっぱいやってるんですよ。集会所で集まってこれ買ってくださいみたいなので、タウンミーティング的なことをやると必ずグッズを売るっていうのをやって、収益手段としてのタウンミーティングっていうのと、実際そこでコミュニティが作られることによって知り合いとかにこう言って、で確かにないなと思った視点が、保守系の政党が存在しないっていう。自民党保守系だとするのであれば、確かに自民党は保守系ではあるんですけど、夫婦別姓問題に行ってみたりとか LGBT 系の法案にOK をしてみたりっていうので、ガチガチ保守から見ると自民党ってもう保守じゃないよねっていう風に考える人がいるんですよ。日本保守党はノーマークです。要するに候補者出してないからね。東京都の場合って日本保守党って何人候補者出してるの？ 1 人とかそれぐらいじゃない。だから保守党というのは受け皿にはなってませんっていうのを考えた時に、保守的な政策、例えば移民入れるの良くないよね、昔ながらの日本がいいよねって言ってる政党どこっていうと、参政党しかなかったんじゃないっていうのが僕の解釈なんですけど、でこれね、僕今偉そうに言ってるじゃないですか。僕ね、情報量ほぼゼロなんですよ。まずね、都議会そんなに興味がない。そして一昨日までずっと海外にいたので、ネットもそんなに繋がんないし、日本のこともそんなに興味なくて、他にやらなきゃいけないことっていうのがあるよねっていうところだったので、情報量そんなにですね。確かに農業政策に関して結構賛成としたので、米が高いっていうので農家をちゃんと保護した方がいいよねっていう意味では賛成党の支持に回ったかなと思います。はい、いや本当は知らんことだらけで適当に言いました。本当聞きかじった知識だけで言っております。ちゃんと調べてから言えばいいかなと思うんですけど、はい。自ら再生の道を歩むことになった石丸伸二について、堀山は変な政党名、落下参候補ばかり何もかもダメ、ニュース番組コメンテーターは、これは教科書のレベルの失敗事例、口座帳高く持って容量ばかり考えるな、街頭演説もきちんとなりたい人たちが多かったとか、ニューヨークさんの感想は、今言いました。失敗事例かっていうと、
石丸さんとしてできることをやったという点はあると思うんですよ。僕その石丸旋風はなかったっていう風なの言ったと思うんですけど、僕の予想は石丸さんもそれを知っているなんですよ。石丸さんが都知事選で165万票を取った後に、兵庫県知事選出るんですかとか、衆議院選出るんですかとか、今度の参議院選出るんですかっていろいろ言われていて、出ないじゃないですか。で、石丸さんが出た時の票数で石丸さんの実力は分かってしまうんですよ。本当の実力が石丸さん分かってるのであれば、選挙に出ないが石丸さんの政治的活動において一番効率的なんですよ。そんなに強くないよねって言ったら、石丸さんが選挙活動したとしても話聞いてくれないじゃないですか。でも今でもその再生の道っていうのが話題になるぐらい、石丸さんの言動というのを気にする社会的状況というのがあるわけですよ。で、それを維持するためには、石丸さんは選挙に出ない、実力を見せないが一番効率的なんですよ。今回再選の道って政策を言わないっていうのも、あれも政策を言うと政策を決める、何かを主張するというのは自分の実力の一部なんですよ。こういう主張しますよって言って、あ、それならこの人に投票したいや。でもやっぱこの人に投票するのやめようってなったらそこで分かれるんですけど、都知事選の時に石丸さんの言ってることを完全に理解して投票した人は僕は1割以下だと思ってるんですよ。蓮舫さんも嫌だし小池都知事も嫌だというだけで投票したから、石丸さんの主張公約というのは知らんよねっていう人が投票してて、でここで石丸さんが突然給食をハラールにしましょうとか言い出したら突然票がバーンって減るじゃないですかっていう感じで、なので政策を言わないというのがむしろその手の内を見せないというので、石丸さんのイメージを維持し続けるという上でと確かに合理的だよねっていうところで石丸さんの影響力を維持しているというところなんじゃないかなという邪推をしておりますけども、これ間違ってる可能性あるので、はい。都議会選投票率4割程度で6割の日本人は選挙という無理化してない。もう投票義務化する最後しかない。無理です。今受かった政治家の人たちは投票率が低い状態で受かってるので、投票率を上げると自分たちが落ちる可能性があるんですよ。なので投票率を上げない方が得っていうふうに政治家が考えるので、そこの選挙に関する法律をいじることはないです。今の法律で受かった人たちが政治家になるので、システム変えない方が俺ずっと政治家でいられるよね。オンライン選挙 OK にすると多分高齢者系政治家はどんどん落ちるんですよ。若い人が投票するようになるから。若い人に投票してほしくないのでネット投票というのは普及しません。はい、ご視聴ありがとうございます。今回の動画はこちらからの気に入りになります。ひろゆき LINE スタンプ好評発売中です。概要欄に購入リンクがあるので、そちらから購入できます。よろしくお願いします。